皆さんこんにちは。新型 MacBook Air が発表されましたね。SNS での反応を見ると価格の高さへの注目度が高いなと感じてます。新型 MacBook Air の概要については多くの YouTuber さんがすでに動画にしているので、この動画では M1 と M1 Pro ユーザーの僕から見て、新型 MacBook Air が高いとしても買いだと思うポイントがあるのかどうかについて話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい。ではまず本題の前に価格について話しておきたいんですが、新型 MacBook Air は16万4800円からです。高いです。Air はエントリーモデルでもあるという認識があったので、これには驚きました。ちなみにメモリ 16GB、ストレージ 1TB にすると24万8800円になります。そこから GPU を10コアにすると26万4800円になりますね。円安の影響は仕方がないんですが、よし、エアーに20万以上払うぞと即購入を決めるのは正直怖いですよね。余談ですが、M1MacBook Air も値上げをしていて、13万4800円からになってますね。エントリーモデル感が薄れてきたように感じます。はい、ここからは本題で、新型 MacBook Air が高いとしても買いだと思うポイントについて挙げていきます。まずサイズと重量ですね。M1 Pro MacBook Pro を使っていて、持ち運ぶ時の重さがすごく気になるんですよね。昔 MacBook Air を使っていたことがあるので、その頃の感覚が残っているのもあるんですが、Air と Pro の約 300g の重さの差というのは大きく感じます。また、本体の厚みについてなんですが、M1MacBook Air の厚さは 0.41 から 1.61 センチに対して、M2MacBook Air は 1.13 センチになりました。フラットなデザインになったことで、より薄さを感じる見た目になっていそうですよね。新型 MacBook Air は M2 チップによって M1 よりさらに性能が上がっているので、持ち運びやすさと性能のバランスがより魅力的になってます。個人的には M1 Pro MacBook Pro を使ってから持ち運びやすさにお金をかけるというのはありだなというふうに感じるようになったので、新型 MacBook Air が高いとしても買いだと思うポイントの一つ目に挙げました。2点目はカメラについてです。カメラは 1080p FaceTime HD カメラで、解像度と暗い場所でのカメラ性能が1世代前のモデルの2倍になっています。M1 Pro MacBook Pro に同じカメラが搭載されているんですが、ノート PC のカメラとしてはすごく優秀で気に入っています。このカメラ性能が持ち運びのしやすい MacBook Air で使えるというのはすごく魅力的だなと思いました。3点目はオーディオが強化されていることです。M1 Pro MacBook Pro を使って感じたのが、内蔵スピーカーが良くなるとノート PC の体験がすごく良くなるということでした。新型 MacBook Air は4つのスピーカーのサウンドシステムを搭載していて、M1MacBook Air のステレオスピーカーから確実に進化していると思います。ノート PC の体験をより良くするために内蔵スピーカーにお金をかけるのはありだと個人的には思っているので、新型 MacBook Air が高いとしても買いだと思うポイントの3つ目に挙げました。はい、4つ目はデザインとカラーですね。M1MacBook Air のデザインも相当かっこいいんですが、最新のデザインになった MacBook Air をいち早く手に入れることができるのは魅力的ですよね。フラットなデザインに賛否はあると思うんですが、薄さも相まってかなりスタイリッシュになっているんではないでしょうか。僕が使っている M1 Pro MacBook Pro は厚さがあって少しやぼったい印象があるので、見た目の良さは新型 MacBook Air にしかない魅力になるはずです。またカラーもスターライトとミッドナイトが選べるのはいいですよね。個人的にはミッドナイトがかなりかっこよさそうで気になってます。持ち運ぶものは見た目もこだわりたいと思う方は多くいると思いますし、最新のデザインを手に入れるためにお金をかけるのはありだと感じてます。はい、今回は個人的に新型 MacBook Air が高いとしても買いだと思うポイントについて話してきました。M1MacBook Air でいいんじゃないかなとか、新型に高いお金払う価値ないよなどいろんな意見があると思います。確かに性能面でいうとほとんどの方が M1 で十分ですし、M1MacBook Air ならではのかっこよさもあるので、M1MacBook Air も未だに選択肢としては魅力的です。ただ、個人的には今回話した魅力的なポイントを全て併せ持つ新型 MacBook Air は、より魅力的なんじゃないかなと思って話してみました。発売後、実際に店頭で触ってみるのが楽しみです。今回の動画は以上となります。この動画が良かったらぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。